にちは、メイです。前回は常吉ビーチまでの道作りをしたので、今回はフータのテント周りを整備していきます。フータがどんな生活を強いられているのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。案内所から割と近くにフータの住まいがあります。シトロン島がいくら町になり発展しようが、フータにはテント生活を送ってもらっています。寄贈してくれという言葉は全て聞き流しています。この角度で映る範囲を中心に仕上げていきます。マップで見るとこの辺り、最近は結構多めですね。いつ作ったかわからない歩道を拡張します。あちこち作っていると、いざ最初の方に戻った時に、これなんでここにあるんだっけと忘れています。生地の端を作るので木のマイデザインを敷きます。今日も相変わらずマイデザイン三昧です。フータの研究施設の方は草の道にします。メインで草を使うことがなかったのでちょっと新鮮ですね。今回も相変わらず水浸しです。桟橋の方には足つきを、草の道側には石壁をつけます。自給自足生活に欠かせない水は確保できていますね。こちらは桟橋です。怪しげな植物を育てるためのちょっとした置き場になります。他の道につながる道路を作っていきます。ここは足場を安定させるためにコンクリートの道路です。こちらも桟橋ですが、ちょっと広めにして魚を釣る場所にします。虫が食べられないフータにとって魚は命綱ですからね。そもそもこの世界の住民は虫を食べるのかは知りませんけど、できれば虫を食べててほしくありませんね。ここから映る範囲のみ効率よく水を敷きないので、角まで走って場所を決定し無駄をなくします。カメラを終了して足元に敷けば死角はありません。斜めに敷いていってあとは埋めれば超効率よく進められます。後のことは考えていないので斜めに敷いてどうする問題は残ります。徹底的に映る範囲のみ敷きました。水に付属物をつけていきます。生態調査用のボート、食料調達と研究も兼ねて魚を釣ります。前回もフータのテント周りに湖を作ってあげたのですが、今回は全方位を水で囲ってあげているので喜びますね。斜め取りしか想定していないのであちこち空白が気になりますね。マイデザインが敷けたので飾り付けをしていきます。エリアの境目は木を植えてそれとなくエリアを分けます。左が町なので秩序的な姿っぽくするために木は一列に均等に。広葉樹でも良かったかもしれないですね。町から自然な場所に行くのでなんとなく看板を設置。丸太の杭を使って生地の端っぽくしていきます。桟橋のマイデザインと何気に位置がぴったりでした。麦畑を水草風に見立ててそこら中へ飾っていきます。丸いキノコは卵に見立てています。周りを草と岩で囲ってちょっと隠します。ちょっと巣っぽくなりました。テント周りに草を植えて食べ物を増やします。水草として植えていますが元は麦畑なので穀物系も摂取できますね。テント周りなら手を伸ばせばすぐなので夜にお腹が減っても安心です。カルガモを養殖しています。タンパク質の摂取ですね。こちらは植物栽培キットを置きます。ミルク缶の中身は肥料です。夜に誤って落ちないようライトをつけます。島に呼びつけられた時に持ってきた壊れた軽自動車、ここで主に魚を釣ったり眺めたりしています。オレンジのシティサイクルは青い水辺との相性抜群。お気持ち程度のフェンスを立てます。ボートの上でも魚釣り、魚への執着を見せていきます。テントの後ろ側を作ります。この奥はまだ何を作ろうか未定なので割と適当です。水の狭いところに水草を両脇に置いて川っぽく。こちらにもカルガモを自由に泳がせて美味しいお肉を作ります。フータのテント周りができました。水だらけで湿気が弱そうな土地です。下から見るとこんな感じ。次はフータを見下ろす道のクリエイトです。中途半端な下の部分も少しだけ道がつながるようにしていきます。いつ作ったかわからない崖を拡張します。先ほど敷いたコンクリートの道まで崖を伸ばします。アイダ様に見つめられながら作業中です。この崖は横幅4マスですね。
崖ができたのでマイデザインを貼ります。道路は統一感を出すために道の両脇にレンガ、真ん中にコンクリートの道です。とりあえず道は OK ですが、余ってるスペースに何を作ろうか未定なので、今後何を作ろうかなと考えています。ちなみに崖下は狭い場所で縦3マスしかないので、かなり頭をひねらないといけないですね。他にも余ったスペースがたくさんあって悩みの種です。何の変哲もない道路ができました。1段目の道路とつなげていきます。崖と道をつなげるように石の階段を設置します。階段から道がつながったので階段上を飾り付けます。といっても柵をつけるだけの簡単なお仕事です。4マスのところはしまとねりこを添えて、風太を監視するのにぴったりな階段ができました。中途半端なところがやはり気になるので、最後に少しだけクリエイトしていきます。ここは後で変えるかもしれませんが、とりあえず風太の管理下にありそうな場所を作ります。変に下の方が余ってしまって、結構何でもできそうな雰囲気を醸し出しているので大変ですね。水と草地の境目は麦畑を置いていきます。石とか岩で隠してもいいのですが、考えるのが面倒だったので麦畑一択です。こちらにも調査用のボートを置いて、調査を書き留めるちょっとしたスペースを作ります。顕微鏡も持ち出して、水に入る用の長靴の完備。ちょっとした調査の場所ができました。これで風太の自給自足生活かつ研究施設の完成です。風太の自給自足生活クリエイトはいかがだったでしょうか。ずっとテント暮らしちょっとかわいそうだなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方をお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Just as surprised as you.